来週の電車のベルが遠くから聞こえた。いつかたどり着くと信じここまで来たけど、都会の流れに決意さえ滲んでゆく。誰にも約束されてない明日を待つなら、目の前にある今をどう生きるのか、叶えたい願いがあるのなら、今できることがある。明日もしも世界が終わっても誇れる自分になりたい。強がる僕に君は笑顔で大丈夫だよと、小さな手のひら何よりも温かくて、
つかたどり着くと信じここまで来たけど都会の流れに決意さえにじんでゆく誰にも約束されてない明日を待つなら目の前にある今をどう生きるのか叶えたい願いがあるのなら今できることがある明日もしも世界が終わっても誇れる自分になりたい強がる僕に君は笑顔で大丈夫だよと小さな手のひら何よりも温かくて誰にも約束されてない明日を待つなら確かな今を両手で守りたいよ他の誰でもなく君のため今できることがある明日もしも世界が終わっても君が誇れる自分になりたい古くなった街灯と夜風の匂いきっと僕はあの頃と何も変わってない取り残されたように一人で赤信号を見ていた最終の電車のベルが遠くから聞こえたいつか
どり着くと信じここまで来たけど都会の流れに決意さえにじんでゆく誰にも約束されてない明日を待つなら目の前にある今をどう生きるのか叶えたい願いがあるのなら今できることがある明日もしも世界が終わっても誇れる自分になりたい強がる僕に君は笑顔で大丈夫だよと小さな手のひら何よりも温かくて誰にも約束されてない明日を待つなら確かな今を両手で守りたいよ他の誰でもなく君のため今できることがある明日もしも世界が終わっても君が誇れる自分になりたい皆様こんばんは。本日はグランゼーラの集いをご視聴いただき誠にありがとうございます。本日司会進行を担当させていただきます人事部の道庭です。よろしくお願いいたします。開発官もうすごい出だしから神々で落ち着いてください。今入ってきたんですよ台本もちゃんと読めてないんです。開発責任者の九条です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。すいませんね、はい、直前に入ってきて。あ、いえいえ、全然大丈夫です。落ち着いて、はい、いただければ。バタバタしてたんですけど、はい、これでもすごいですね。開発に併設されてるから、はい、僕コンパイルしに戻ったりもできるんですかね、途中で、ね。ちょっと今日は集いの間はこちらにお願いしたいと思います。はい、ちょっと台本もうまく読めてないので。これだけじゃありませんよ。私それも右上の方にワイプでおりますよ。はい、出てますので。はい。まあ普通はこれトラブルですよね。このサイズはね、どうかしてると思いますけど。僕あれね、気小さくてこうサングラスしてるんですけど、このワイプのサイズでもいるんかっていう社内で言われてたりするんですけど、まあちょっと
あれワイプ小さくなった疑惑なんですけど、前回と小さくなったんですか？大きくなってる？むしろ少し、むしろわずかに大きくなっているとスタッフはなる申しておりますね。ほど。はい。今日もよろしくおはい、願いします。よろしくお願いします。音声とか小さかったらまた言ってください。はい、そうですね。私たち声小さいので、いつも通りらしいんで。はいはい。はい。で前回1月29日で、本日はですね3月19日で、あれ2月はどこに行ったんでしょうということでご視聴の、ね、方の中には2月はやらないのかなと思われた方もいらっしゃるのではないかなと思うんですけれども。もうそんなに経つん？そうなんです実は。はい。ただ初版の事情により、2月はやってないんだ。そうなんです。大変申し訳ないんですけども、なんかやらなかった理由みたいなのあるんですか？それは初版の事情によりまして、はい、ちょっと本日とさせていただきました。初版って、ひょっとして体験版のことでそれ僕のせいってことじゃん。それもございますね、一つ。はい、本当にすいません、僕のせいですわ。それはそれを今まで自覚してなかった僕がひどいですけど、これここで申し開きというか謝罪みたいな感じの流れでいいんですか？ご時間取ったもちろん今日ご説明はいただきたいんですけど、そのお時間はこの後別に設けておりますので、その時にお願いできればと思います。体験版の話は今ここでせず、はい、針のむしろちょっとしばらくちょっと後で、はいはい、すみません。じゃあ後ほどきっちりお詫びをさせていただきます。で本日の放送では R タイプファイナル2についての進捗報告をさせていただいた後、皆様からいただいております質問にお答えしていきたいと思います。はい、でコメントでもね何人かお気づきかと思うんですが、本日ちょっといつもと違っておりまして、この私どもの後ろですね、グランゼーラのロゴはいつもワイプちっちゃいとは思うんですけど、グランゼーラのロゴはいつもあるんですけれども、今日はこの真ん中に R タイプファイナル2の最新のポスターを貼っております。いや、そもそも何が最新なんていう、そんなしょっちゅう作ってないでしょっていうのもあるんですけど、そもそもそのワイプ小さすぎて、はい、もう意味ないんちゃうっていう、いらんでしょって書いておられます。はい、このサイズこのサイズのワイプがそもそもいらないんじゃないっていうと、そこにポスターがありますってわざわざ言うのは何なんだしかも反射して見えないですよね。そうおっしゃると思って、ちょっとポスターはデータをご用意いたしました。はい、こちらのポスターが貼ってあります。そうおっしゃると思ってもすごいですけどね。これが今街中に貼られてるわけです。街中と言いますか、このポスターはどこで見れるんですか？販売店さんとか家電量販店さんで貼っていただいてご覧いただけるかなと思います。なるほどね。ファイナルミッションの向こう側かっこいいですね。意味深ですね。そうなんですよ。ファイナルミッションの向こう側はなんだっていうことですね。こんな感じのポスターですけど、はい、特に言うことないんでしたっけ？この流れで台本が読めてないんですけど、はい、ワイプはいつも通りの仕様なんですけれども、今日はちょっと背景がねいつもと違う感じでお送りしていきたいと思いますし、そもそもこのサイズで写しといてって感じもしますね。はい、はい、では早速 R タイプファイナル2に関する進捗報告から入らせていただきたいと思います。はい、何よりもちょっと体験版の配信が遅くなってしまって申し訳ありません。1月下旬でしたっけ？はい、前回そうですね。はい、配信します。で、僕あれ1月下旬だったんで、2月中ならもう余裕だなと思ってて、その時は2月中には配信しますよって言ってしまったんですけど、あれね結構問題になりまして海外でこの R タイプファイナル2販売してくださる会社さんも生放送をご覧になってて、あいつあんなこと言うてんでみたいな話もあって、その間に合うんかって言って、で間に合わなかったんですけどねちょっとこれどこまで言っていいんですかね。遅れてしまいました。はい、ちょっと楽しみにねしてくださっていた方、本当に申し訳ないんですけれども、ちょっと製品これ体験版遅れたから製品版も遅れるんじゃないかっていうご心配は無用です。逆に言うとですね、ちょっと製品版を
たくさんある製品版を出してる中でちょっと体験版にカットするのがちょっとこう遅れてしまったっていうことなので、体験版の方もですね、もう提出自体はほぼ終わってましてですね、あれこれなんかあるんですけど、提出日を配信日を、はい配信予定日をちょっと3月に、お出したかったんですけど、ちょっとこういうふうにさせていただきたいなと、ここでもご了承いただきたいと思ってます。はい。4月1日に配信を、2月じゃなくて3月でもなく4月かっていう感じなんですけど、これなんかすごいな、体験版ってすごいぶっとい字で書いてありますけど、ちょっと4月1日ということにさせていただきたいなと思っております。でこれ僕ここで突っ込んでいいことが段取り読めてなくて分かってないですけど、これ日本国内って書いてますけど、海外もほぼこのタイミングですよね。ほぼですよね。ほぼだいたいこれぐらいの時期に日本以外でも体験版がプレイできると。でプレイステーション4とスイッチだけ書いてるけど、これも他のプラットフォームに関してもこれに近いタイミングで配信されるということですよね。で皆さんが多分心配してるのはエイプリルフールネタじゃねえのと、そういったご心配の、お声がこれ確かにそうですありますね。4月1日なんですね。はい先ほどねポスターの方で XBOX の表記がちょっとポスターもう一回戻せますかこれ、ちょっとちっちゃくて見えづらいとは思うんですけれども、プレイステーション4と、スイッチの、プラットフォームアイコンしかないぞと。 XBOX はどうなったんだ。あれ僕作りましたよ XBOX と。これ店頭のお店の方で販売する向けのポスターなので、日本国内の店舗さん用なんで、そうです。XBOX のパッケージは、海外では出るということですよね。で国内はダウンロードだけ。そうなんです。なのでちょっと今回のポスターには入ってないと、表記が入ってないっていう形になってますので、そうです。僕出しましたよ。出しましたよというか作りましたよ。なのでちょっとそこはちょっと誤解があるといけないんで、体験版も XBOX がないですけど、これも用意をしておりますのでご心配なくと。これなんで載ってない XBOX そうなんですか。わかりました。XBOX 版も用意してますので、だから全世界全プラットフォームほぼこの時期で、ちょっと何日かずれるかもしれないですけど、なるべくここに合うような感じで進めていこうとしておりますので、お待ちいただければと。体験版のちょっと配信前に言い訳していいですか。早いですね。ちょっと簡単すぎたかもしれない。難易度体験版の、体験版ってステージ1だけなんですけど、難しいモードとかをちょっとプレイできないような形になってまして、なるほど。ちょっと簡単すぎるぞっていうふうになるかもしれないですけど、難しいモードもありますし、それでも簡単だったら言っていただければ難しいモードを足しますんで、そこは今の世の中いいですよね。機能足せるっていうのはすごくゲーム作ってる方にしたらいいなと思ってたりするんですけど、ちょっと、簡単すぎるかもな。ちょっとプレイヤー期待によってはちょっと相性良すぎるとすぐクリアできるかもしれない。なるほど。でなんでここに一生懸命言い訳してるんでしょう。そうです。ちょっと今日も言われたんで。簡単ですみたいな感じ。Rタイプはさらに上だと。こういうのもみんなもう知ってるんですかね。言ってもいいんですか。言ったらダメだな。難易度の話とかあかんそうです。ファイナル1と比べてどうですか。そうですね。一応いいかな言っちゃっても、
R タイパーっていうのが一番難しいモードなんですけど、 R タイパーでクリアすると R タイパー2っていうのが開くようになってます。あ、2ですか。R タイパーより難しいモードがあってそれが開くっていう感じになってます。でちょっと難易度は僕も今でもね結構迷ってて、簡単な方も増やしたいし難しい方も増やしたいしって、だから難しすぎて最後までいけないよっていうのも教えていただきたいし、簡単すぎるけどっていうのもちょっと言っていただければきちっとそこは増やしていきますんで言っていただければと思ってます。よろしくお願いいたします。はい、はい、こんなんっていうのあんまり謝れてないですかね。本当に申し訳ないです。よろしくお願いします。はい、もうちょっとだけお待ちいただければと思います。はい。で今日あとは開発の報そうですね告といいますか、はい、R タイプファイナル2の開発のご報告っていうことで、はい、開発のご報告って開発の方はもう終わっているので、ちょっと動画を、2本ご用意して、これはトレーラーじゃなくて、もう開発で撮ってきたような写真動画なんですけど、2本用意いたしましたので、ちょっとそれを見ていただいてちょっとゲームの内容をちょっとご説明させていただこうと思ってます。1本目はですね、パイロット画面と、開発室内では呼んでる、はい、モードというか画面です。すいません、コーヒー飲んでる音聞こえてるかもしれないですけどこれパイロットレコードっていうかパイロットインフォメーションって社内ではパイロット画面って呼んでるんですけど、いろんな戦績を見る画面になっています。こう何回クリアしたとか、スペシャルウェポンを何回使ったとか、あとどの機体とかどのフォースをたくさん使ってるかとかっていうのを見ることができる画面になってます。はい、でああいう称号ですね、新人パイロットから始まって、名前も変えることができますし、性別はあんまり英語のナレーションでね、he か she かを決めなきゃいけなかったんで、はい、ギリギリで入れたんですけど、あと誕生日もなんで入れる必要があるのっていうのはあるんですけど、でこれ勲章ですね。プレイしていくとですね、勲章が手に入って、パイロットスーツの胸に勲章がつけれます。あと階級も上がっていって、階級章っていうのも、肩のところにつけれるようになっています。はい、こんなモードですね。成績を見るモードなんですけど、ね、パイロットの外観もですね、華やかですね。こんな感じで、ヘルメットとかスーツの色を変えれたりするんですね。でゲームをプレイしていくとポイントがたまっていって、こういうコスチュームを変えたりします。コスチュームが増えたりする点置いてある。こういうちょっと男性っぽい体型、女性っぽい体型。前回僕セロでセロ、レーティングが B で12歳以上になって、そのセクシャルがついたことに対してなんでやねんって言ってたんですけど、ここが原因らしいですよ。ここなんですか。ここが別にこういうこれ全く露出してないじゃないですか。それそうですね、宇宙に出るんだから、だけど体にぴったりついてるスーツをアップで見れるのがダメらしい。女性用のパイロットスーツが、なんでこれのアップでもセクシャルだなって思う方はセクシャル目的で買っていただいていいと思います。いらっしゃいますかね。こういう後ろの機体とかも自分の機体に変えていって、これでデカールも反映されたりしますんで、こんな感じで写真が撮れると、なんだこのモードって思ったんですけど、これはこれで結構ね、やりだしたらね面白いんですよ。好きなアングルで撮れたりするんで、愛着のある機体でセクシャルなコスチュームをアップにして写真を撮っていただくというのが、この画面の楽しみ方っていう、これがパイロット画面、パイロットインフォメーションという画面。ここは結構ゲームしてる間も何回も訪れていただく価値があるかなと思っています。はい、
で、もう一つ動画をご用意した。もう一つはですね、はい、これ全然シューティング画面出さないじゃないかって言われてたりすゲームるので、画面というか、はい、シューティングの画面をご用意して、ステージ4をちょっとね、ステージ4、あれ1とか2ではなくてステージ4。ステージ4を持ってきました。ステージ1はもう体験版で、近々やっていただくので、いいかなと思ったのと、ステージ2と3も考えたんですけど、これ4が僕自分の担当ステージなんで、なるほど、あんまり誰に断ることなく持ってこれるのもありまして、なるほど、ステージ4を、持ってきたんですけど、じゃあちょっと動画を流してもらえますか。はい、このステージは基地が生物的なものに侵食されているステージですね。でもうステージ4ともなればですね、もう私も難易度的なところあまり容赦なくですね、敵を出しまくれる、後ろからも出しまくれるっていうので、こういうステージで結構難しい。難しい。でも相性のいい機体で来ると割と攻略しやすかったりするんですけど。そうなんですね。でこれは極悪ですよ。これ波動砲を貯める明かりで照らして進んでくれっていう。これ暗いのは仕様なんですね。そうです。こういう暗いステージで波動砲チャージの明かりで見当をつけて進んでもらうっていう、もうこれいいんかって思ったんですけど、ちょっと面白いなと思ってこういうステージも用意しました。はい。今ご覧いただいたのが、ステージ4、はいですね。です。はい、私の渾身の。楽しみですね。別にステージ1も渾身ですけど、2と3もクリアすると先ほどのステージがたどり着けると。はい、ありがとうございます。はい。こんな感じで進めてますので、はい、何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。でクラウドファンディングの方は、ご支援いただいた方向けのリワードの準備っていかがでしょうか。すいません、ちょっとコーヒー飲んでらっしゃるところ申し訳ない。前回アートブックをご覧いただいて、そうですね。前回ねアートブック一生懸命見せてたんですけど、時のツッコミいただいた見せる気ないでしょっていうセリフがむっちゃツボにはまってありましたあれはすごい素敵なツッコミ。これサウンドトラックですよ。なんでしょう、これ全く意図してないんですけど、後ろが R タイプファイナル2のポスターであるがゆえにまたさらに見にくくなっているようなサウンドトラック29もうちょっと BGM とジングル、あと今流れてるはるかさんの歌とか飯田舞さんの歌も収録されているという非常に豪華な、これ僕申し込んどいたらよかったなと思ってるんですけど、ブックレットは開きだけなんでそんなに凝ってないんですけど、もうちょっと近い。ちょっと不満ですかね。もうちょっといや、なんかまたしますか。なんかちゃんと閉じられへん。こんな感じです。そっちの面なんですね。あえてだいぶ見えたかな。という感じで、すいません、全く情報として不愉快な思いをちょっとさせてしまったかもしれないけど、見せないつもりはないんですよ。でこの曲エンディング曲が、2曲あるんですよ。で日本語の歌とスキャットになってるのとありますので、そういうのも収録されております。これはどっかで見れるんですか。僕のこのかざしてるのだけ、支援者サイトで放送終了後に見ていただけるそうです。ということでこちらクラウドファンディングの方向けのリワードの一つということなんですけれども、お店などで今ご予約いただいている方向けには何もつかないでしょうかね。ちょっと販売企画部に聞いてみましょうかね。販売企画部、はい、すいません、失礼いたします。というわけで販売企画部兼グランゼーラ購買部です。ただいま限定版をご購入いただいた方にはこちらのメタルフィギュアが付属します。こちらになります。
これは、はい限定版、お店で買える限定版ですか。はいあ、これがメタルフィギュアなんですか。はい、こちらになります。こんなにコンパクトなの。そうですよね。これが今写真で出てるものになるんですか。はい、今画面に表示されているものがこちら組み立てていただくと完成する形になっております。ちょっとこちらの動画小さいかもしれない。こういう薄い板が5枚入ってまして、すっごい細かくパーツが掘られてるっていうの。これをじゃあ切って組み立てるとR9 ができる。はい、こちらをご自身で組み立てていただくような形になります。そうなんや。これでもすごい時間かかりそうですけど、作るの。はい、こちらの、作成目安時間は10時間程度となっております。労働や。しかも2時間残業代を。そうなんや。はい、ぜひお休みの日にご活用して作成していただければと思います。丸1日潰れますけど、まあでもこれはできたら嬉しいでしょうね、これね。はい。これってもう限定版って買えない。もう今でも買えるんですか。はい、こちらはグランゼーラ購買部含めてネットや家電量販店などで現在進行形で予約を取らせていただいております。グランゼーラ購買部でなくてもいいんだ。はい、それ以外のお店でもこちらの限定版をご購入いただきますとこちらの特典が付属いたします。なるほど。じゃあ僕は別で買おうかな。ぜひともグランゼーラ購買部で別で買おうと思います。はい、ちなみにですね、グランゼーラ購買部でご予約いただきますとオリジナルのアクリルキーホルダーが付属いたしますので、ぜひともそちらのご予約もお願いいたします。ありがとうございます。アクリルキーホルダーっていうのはグランゼーラ購買部でご予約いただければ、通常版であっても限定版であってもついてくるって感じですかね。はい、こちら通常版でも限定版どちらとも付属いたします。デザインにつきましては近日中にツイッターにてアップさせていただきますのでよろしくお願いいたします。はい。でもこれあれですよね、グランゼーラ購買部に限らずいろんなお店さんでも特典を用意していただいてるんですよね。はい、そういうふうに伺っておりますね。やっぱりグランゼーラ購買部以外やろな。以外で買いますよ、僕。そうですか。グランゼーラ購買部もなんでぜひ。そんな仲悪いんかは。そうですね。他の店舗さんもいろんな特典用意してくださってますので、はい、皆様ぜひお好きなというか、はい、気に入った店舗さんでご購入くだされば幸いです。はい。はい。でメタルフィギュアといえばですね、そうです。金色のメタルフィギュアですね。そうです。はい、ちょっとクラウドファンディングでね、ご支援いただいた方は、当時こういう限定版みたいなのがちょっと予定になかったので、全然そういうのがね当たらないのかってことで、本当はもう皆さんにご提供するべきなんでしょうけど、ちょっとどうしても力及ばずということで、大変申し訳ないんですけれども、3つしかはい、そうなんです。手に入れれなかったと。この24金でも18金でも12金でもない金色のメタルフィギュアを、はい、クラウドファンディング物理リワード、要するに発送するリワードのご応募いただいた7000名の方からたった3名にしか当たらないという、はい、って感じですけど、ちょっとここはご容赦いただいて、はい、これの抽選を今日抽選するって聞いてるんですけど、本日大抽選会を行いたいと思っております。はい、ということでちょっとこちら抽選箱をご用意させていただきました。じゃじゃんということで、ちょっとなんか四角い物体なんですけども、こちら箱もじゃじゃんもなんか穴黒や、ここが穴開いてまして、この箱の中に紙が入っておりまして、その中に支援者番号を記載させていただいております。ゴールデンセレクション、これすごいやっぱ詳しいですよ。はい。金色といえば、はい。で支援者番号は、支援者サイトのこのですね、チーム R タイプファイナル2っていうところにアクセスいただきまして、基本情報変更の ID 欄の方に記載されてますので、そちらでご確認いただけるようになっております。自分の支援者番号っていうのを見ることができて、でもこれ最近なんでしょう、こう表示されるようになった。皆さん覚えてないですか、自分の番号。そうですね。サイト行ってちょっとご確認いただければ。じゃあ今ここで何番ですって言っても
俺自分の番号知らんわっていう状態じゃないんですかまあ、もしお手元に携帯とかあればご確認いただければと思います、じゃあちょっと皆さん当たってるかどうかわからんけど引いたらやったって言ってください喜んでいきましょう。すごいですねこれ、はい、うわ本当に7000枚、はい、この中に入っております。一枚一枚丹精込めて。これね頭いい会社だと多分ね当たりだけ入れとくんでしょうけど、すごいですねちゃんと7000枚あるんや。はい、入ってます。もうパンパンです箱が傾けたら出そうな、これ僕引いていいんですか。ちょっと責任重大ですね。はい、ちゃんと下の方まで手入れていただいて。うわ、では最初の緑色の紙がはい3人の方ね。はい、お一人目の方になりますか。はい、そうなんですよ。この多分くじ作ってる人ね泣いてたと思う全部作れってな。じゃあすいません引きます。じゃんじゃん。はい、じゃあ一人目の方ははい6049番6049。やったーって言ってくださいみんな。やったーやったー。おめでとうございます。そういいっすよいいっすよ。やったー6049です。このワイプで見せても見えるわけないなって感じですけど。皆様ありがとうございます。はい。よいしょ、よく振っておめでとうとかおめでとうございます。はい。じゃあ次のお方。二人目の方のはいドキドキ。6049あれ間違った。6049。6409の人怒ると思う。そうですね。なんか前後賞みたたいな6049ですよ。僕が間違ったかな。はい、6049です。はい、はい、何回も言うと間違えそう。はい、間違ってじゃあ2番目の方。はい、一枚だけ引いてはいいただいてはい。はい。5345。5345です。やった。みんな喜べ。うおー、やったやった。おめでとうございます。5345やった。当たってるはず。すごい2連続の方がいらっしゃる。当たった2連続。うお、もう2個も届いちゃうって状態です。はい。これも喜んだ人にきっと福が来るはず。では最後のお一人のそんなん僕プレッシャーじゃなはいいプレッですか。シャーかけてまいります。はい、これでもあれですよね。外れた人は僕のせいでしょ。これ外れたら僕ね。ドキドキ。あいつが俺を引かんかったからやってことじゃないですか。はい。これどうすんのこれ。しまってしまってしまってください。水に戻しましたけど。はい。4893。4893。やったー。4893番の方。はい、おめでとうございます。すごいです。わあ、すごい3連続の方がいらっしゃる。やったやった。3連続当たった。やったー。3つ届きます。はい。はい。でもこれ番号皆さんなんていうの共有するの遅いからわからないですよね。当たったかどうか。この今当選された支援者番号は、放送終了後に概要欄の方にも記載させていただきます。はい、もう一回映してもらっていいですか、金色のやつ。こちらの方はですね、組み立て済みで届きます。あ、そうなんです。はい。先ほどのシルバーの方は自分で10時間かけて作っていただく仕様になってるんですけど、こっちの金色のはですね、そうなんです。この形で届きますので、作る楽しみはもうないです。そうなのです。はい、大変ちょっと申し訳ないんですけど、組み立てたかったなっていう方はちょっと一旦分解していただくという形になろうかと思います、ね。はい。なんで割と大きな箱で届いちゃうんですよね、これね。そうですね。当選された方には、リワードをお送りする際に一緒に入れる形でお送りさせていただきますので、はい、もしかするとちょっと大きめになるかもしれません。はい。僕のサングラスの当選は僕のサングラスなんか安物なんで浜松町の路上で買ったやつだからあんまり意味ないですよ。なんでそんなこと言ってんねんって。はい。
はい、じゃあこれはこれでいいんですかね。はい、はい、では、続きましてこれまでに皆様からいただいております質問の方にお答えしていきたいと思います。これ質問はあれなんですね、はい R タイプファイナル2の質問もあれば違うタイトルのものもあるんですね。いただいたご質問全部の中から取り上げさせていただいてます。もういつも通り歯切れよくいつも通り答えますんで。はい、お願いします。なんかちょっと前回はね歯切れよくっておっしゃってたんですけども、だんだんこう歯切れが悪くなってきて最終的に声ちっさっていうコメントいただいてましたからはいぜひ歯切れよくお願いいたします。まあね、歯切れはよくありたいですよね。はい、お願いします。すみません、僕さっきからコーヒーばっかり飲んで、はい、ではまず R タイプファイナル2に関するご質問です。R タイプファイナルの時のようなステージ分岐はありますか？何気に水位の変わるファイナル2、ファイナル2面が好きです。はい。だいぶ混乱しました。はい。分岐はねあります。ステージの途中で次のステージがこう複数に分かれるようなとこがあって、まあだから最終面までクリアした後ももう一回やっていただくと別のルートに行けるようになってます。なるほど。はい。ただねちょっと後半のステージで、はい、ちょっと難しかったらこう難易度下げていただいて分岐をやっていただけるといいかなと思ってます。はい。はい、ちょっと水位の変わるステージは、本編側にはないです。なんかまだ歯切れ悪くなって早速。はい。はい。まあちょっとおいおい情報を出していきます。はい。はい、では、次のご質問です。はい、各復刻ステージは通常ゲームの中の1ステージとなりますか、それとも特別コースが設定されますかとのご質問です。復刻ステージ、オマージュステージ、はい、旧作のそうですね、はい、オマージュステージですね。あれはちょっとその本編というか普通のゲームに入ってるステージとはちょっと別になるほど、はい、なっていて別コースになっているんですよ。これはあれですか、もうなんか情報が出せるんですか？はい、ダウンロードコンテンツということで、はい、オマージュステージ DLC 配信予定、有料なんですか？クラウドファンディングのストレッチゴールでしょ？はい、そうでしたね。はい。有料なんですか？皆さんクラウドファンディングの方怒ってると思います。俺らの支援で作ったのにってなってない、クラウドファンディングの方はまた別なんですかね。はい。クラウドファンディングの方には無料でダウンロードできるバウチャーコードが届くんですか？はい、なるほど。これで収まるんですかね。バウチャーコード入れてダウンロードしていただいて、はい、ご支援いただいた方は無料でプレイができるということですね。ですよね。はい、いいんですよね。これ僕約束しちゃいます。大丈夫だ。大丈夫です。はい。で、R タイプ、ファイナルとデルタと R タイプ3とレオと R タイプ2かな、一応ストレッチボールですかね。ですね。まあちょっとそれだけではなく、まあちょっとストレッチゴール満たせなかったとこも含め、準備を進めています。はい。のでこれはこれでいいですよ。これはこれでいいですよ。その本編のそのオリジナルのステージももちろんいいと思ってるんだけど、オマージュステージもかなりね旧作に近い作りのものとかなり大胆にアレンジしてるのがあって面白いと思うんで、ぜひ旧作の好きだった方もここは一緒だ、ここは違うって見ながらやっていただければいいかなと思ってますので、ぜひプレイしていただければという感じです。これあれ、ですよね。もうちょっと詳しいことは次の放送でご説明、画面も見ていただけるんですね。次は、なのでちょっと次回は動画を用意いたしますのでお楽しみにということです。はい。では、次のご質問です。ゲームのセーブデータは1つしか作れないのか、複数個作れるのか、
各々がタイトル名を変えられるのならさまざまな物語の R タイプが独走できそうなんですけどということでご質問いただいております。はい、これはねちょっと申し訳ないんですけど、セーブデータは、1アカウントに1個ってことで、R タイプファイナルの時は3つから選べたんですけど、はい、今のゲームの仕様がこう何ですか、アカウント単位のセーブデータになってますので、基本的にはセーブの箇所は1箇所でオートセーブっていうことになってます。はい、でタイトルを変える機能はですね、ファイナルミッションをクリアすると、はい、R タイプファイナル2っていうタイトル気に入らなかったんだよねっていう方がなるほど、はい、全然違うタイトルに変えれます。はい、全然違うタイトルでいきますよ。びっくりするほど自由度です。自由に入れられると、はい、アルファベットを好きに入れれるわけではないんですけど、はい、組み合わせたりすることでいろいろタイトル変えれます。でそれとは別にステージのタイトルも変えれるんですね。ステージ開始時にステージタイトル表示されるんですけど、それは一度クリアするとスコアアタックでステージのリストのところからステージ名を変えれたりします。でさらに言うと、最終面を一度クリアするとオリジナルコースっていうのが作れるようになります。はい、要するに順番をこう入れ替えて自分の好きな7ステージ構成をして、だからステージ追加、新しいステージ見つけるとそれももう組み合わせてオリジナルのコースが作れると、なんか R タイプサーガみたいなのが、作れてプレイできるという感じになってますので、結構そのファイナルミッションの向こう側っていう感じはしてるんですけどね、してるんですけどねっていうのがいいんですけど、はいはい、なのでちょっとセーブデータは申し訳ないですけど1アカウントに1つで、はい、でタイトルは、エンディング後にゲームのタイトルは変えれると。タイトル画面のタイトルがボーンと変わってたり、ロード中のタイトルも変わってたりする。でステージはステージクリアすると、タイトルかステージ名を変えれるという感じです。はい、ありがとうございます。では次は海外のユーザーさんからいただいたメールで2つご質問いただいております。こんばんは、香港の R タイプ、ファンですと。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。小さい頃から R タイプ3の、こだわりが強い演出や機械複雑なデザインでかなりこのシリーズに魅了されました。全クリアはできなかったんですけどということで難しいですね。はい、でシリーズ中個人的に一番好きなのはデルタの第1や第4ステージのような背景が高速と低速進行が混ざっているステージですが、ファイナルにはちょっとこういったのがなくて、残念でしたと。そして R タイプタクティクス2の結末に驚愕した提督でもあり、3周回ぐらいプレイしましたが、最近 PSP のバッテリーが倍度化しましたのでセーブデータは悪空間に先行して燃料が、切れましたと。そうです。悪空間にいると燃料減りやすいんですよはい、今そうですよ。 PSP の電池がね膨らむらしくはい、でなのでファイナル2のステージにはたまにスピーディーな演出があったりするのでしょうか。あと R タイプタクティクスシリーズには異色の未来があるのでしょうか。でこんな素晴らしいゲームシリーズを作ってくれてありがとうございます。今後も頑張ってくださいというふうにいただいております。ありがとうございます。デルタの1面とか4面みたいな、はい、嬉しいです。僕ね1面も4面もね自分でねそうなんですね、自慢ですけどね、はい、担当したんですけど、ちょっとああいうタイプのスクロールのステージは本編にはないですね。スピード感のありそうなステージはあるんですけど、ああいう緩急ついてるというか速いスクロールから始まって普通のスクロール速度になるっていうところは、はい、ちょっとないんですけど、さっきのオマージュステージの R タイプデルタが、ステージ1を、はい、リメイクしたような形になってますので、はい、そういう点では楽しんでいただけるっていうか、はい、じゃないかなと思っていますので、そこはお楽しみにと。
でタクティクスはありがとうございます。はい、ちょっと定番になりつつある、これね、そうなんですよ。ご質問ですね。あれ何ヶ月前かな、もう毎回聞いてくださいって変なお願いしてるんですけど、聞いていただいてありがとうございます。もうちょっと聞いていただければうっかりもう言いそうです。もう一回ぐらい言っていただくとポロって言いそうな予感がするなということで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。では次は絶対絶命都市シリーズに関するご質問です。はい、これからの絶対絶命都市シリーズの展開が気になります。続編や過去作の多機種への移植などありますでしょうか。多機種への移植は今のところはちょっと話が出てはないいですね。続編っていうか制作は社内ではその絶対絶命都市5とか絶5って言ってるんですけど、はい、はもう試作っていうか研究が進んでいますね。キャラクターの制作もちょっと今までとはちょっと違う表現というか、はい、見た目でやろうとか、あとゲームシステムに関してもある程度設計の方が進んでいて、今までの絶対絶命都市っていうのはこうだいたい話の最初に大地震に見舞われてそこから脱出するっていう構成なんですけど、絶後ではそうではなくてですね、割とこう平穏な日常的な、街に主人公が住んでて、そういう中でこう災害と向き合うっていう作りになっています。はい、だから割と日常生活の中で、災害にどう備えるみたいなとこと今まで以上にちょっと激しいというかすごく怖さの感じられる、災害の表現っていうのも出てくるし、あと今までってどうしてもこうかわいそうな話ばっかり、どうしても災害ってそういうところがあるんで、はい、あんまりなんかハッピーエンドっていうのはしにくいところもあったんですけど、今回はそういうなんていうのかな、心の痛むようなエピソードもあればホッとできるとか助かってよかったっていうものが感じれるエピソードが割とテンポよくプレイできるような作りにしています。で、日常生活の方はもうオープンワールドになってて、食事したり自転車に乗れたり、はい、家具を自分の家に置いたりっていう感じで作ってますね。はい、あとあれなんですよ、はい、別のところで聞かれたの日が夏見出ないんですけど、あんまここで言ったらネタバレなのかなそうですね。で去年11月頃かな、タイプファイナル2のボイス収録にはい、行ったんです。行かれた。で、はい、立野かな子さん、比嘉夏美役の声優さんに何年かぶりにお会いしたのでお出番ないんですかいや、ありますよ、お願いしますよお願いして、旧作のファンも出てくるという感じの作りになります。ちょっとなんか話がすごい発散して何言ってんねんって感じかもしれないですけど、割と集大成っていうか災害ゲームの新しい形を1年半ぐらい考えて設計し直したっていうのが絶後っていう感じなので、それはそれでちょっと今はRタイプファイナル2で頭いっぱいですけど進めてるのは進めてますので、そこはそれでちょっとご期待いただければと思っております。はい、では、次は漫画×に関するご質問いただいております。漫画家の今後展開予定の追加パックについて質問です。以前81円セールが実施された時、新規の方や投稿が一時的に増えたように感じました。漫画家から離れてしまった方にまた漫画家をプレイしてもらうためにも追加パックにトロフィーを追加するのは難しいでしょうか、ということで。そうですね、81円セール、はい、別にそうですね、一時的に増えてましたね。ちょっとトロフィー追加して戻っていただくっていうのもちょっと違うような気もしてるんですけど今準備しているのはですね、以前ファンタジアセットの画像をご覧いただいたんですけど、今それはまだちょっと時間かかるんで、その前に R タイプファイナル2
漫画なるほ×ど。は R い。タイプファイナル2素材集を、はいこれは有料らしいです。おお、はいまあ、有料らしいというよりこれは僕は有料って決めたんです、はい。で、出します。これはR9 とかホースとかをこう 3D で後ろにホースつけたりこう波動砲を置いて自分で置い波動砲を打ったりて、ガウパーをやっつけたりっていう、ガウパーも。そういう R タイプとか SF シューティングの漫画が作れる、素材集を出すというので準備はしてます。でトロフィーは確かにトロフィー目当てっていうのはあるんでしょうけど、トロフィーは確かにちょっと間に合うようだったら入れますはい。ので、今そうか確かにっていうふうにちょっと僕も抜けてましたんで慌ててタスクを出しますけど、間に合えば入ると思っていただければ。なるほど。新しいトロフィー。トロフィー入るかどうか決まったらちゃんと報告しますので、はい、またお願いいたします。はい、R タイプファイナル2パックですよ。ちょっとなんていうのかな、素材が多すぎてはい。 2回に分けなきゃいけないかああ、もしれない。そんなにボリューム感が。私がちょっと欲張って期待を増やしすぎたんで。あ、はい。ちなみにビータ版にも出ますか。出ますよ。あ、ビータユよかったですーザー。はい。そうです。出ますよ。出ますけどはい。いつもね怒られるんですよ。こうビータ版の配信がちょっと遅い。遅い。でもあれですよ。作ってる方は言ってるだけで一緒に出しますからね。あんまり言うとソニーさんに怒られて出しますからね。これ結構手続きとかルールの違いだけです。はい。はい。楽しみに待っております。はい。これはもう面白いですよ。本当に。まあ 3D でね、そうですよ生き返れるん。でねあっちこっちから見えるわけですからそうです。はい。楽しみです。はい。はではちょっとお時間もね迫ってまいりましたので、次最後の質問とあはいさせていただきたいと思います。い。はい。はい。ミスターヘリとかイメージファイト系の R 戦闘機が欲しいですと。あとおまけでもいいから 3D 視点の R タイプも楽しみたいですねと。で最後にグッズの拡充、例えばパウアーマーのぬいぐるみとかのご予定はということでご質問いただいております。はい。ミスターヘリとかイメージファイトはちょっと今作ってます。おお、今まさに。はい。なのでちょっとね発売日のパックにはちょっと入ってないんですけど、はいこれは無料でダウンロードで入れれるようにしますので、なるほど。はい。いいですよ。イメージファイトとかダイダロスとかちょっとカラーリン赤の色をはい。まさにグラフィックの人間とも結構揉めてたりする。揉め旧てたんです作が結か。はい。構暗い赤色なんですけど、ああ、なるほど。なんか鮮やかな赤にしたいなって言って、はいちょっと鮮やかな赤にしてみたりしてて、いいなと思いますね。アールズミュージアムに置いてあるのを見るとすっごいかっこいいなと思ってるし、ミスターヘリももうすんごい曲面が滑らかですね。武器もちょっと豪華になってたりしますので、これらはちょっと発売後の、アップデートで入れていきますので、お楽しみにということですね。はい。あと3D 視点の R タイプ、そうですよね。僕らも運転席の場面とか結構 3D で作ってたらこのままやれたらいいんじゃないかっていうんで、あと去年インターンの学生さんがそうですね VR で R タイプファイナルのグラフィックデータを使ってVR の R タイプを作ってくれるから、はいああいうのも配信できるようになったらいいそうですね。なと思ってますね。はい、なのでちょっと 3D 視点の方はちょっと今すぐお約束はできないんですけど、それもやれることやっていこうと思ってます。はい。グッズの拡充はなんか目論んでませんね。マグカップとか今ひっそりと。はい。見ましたけど、はい。あれは出るんですよね、きっとね。ちょっと今裏で進めており裏でますが、すごいですね、人事部すごいですね。なんか販売企画部と勢力争いみたいな形になってるんですよね。もう少し進んでまいりましたら、もう皆社内さんにもはすごい、そうです。対立する2つの正義、対立はしてないですけど、覇権争いみたいになってますから。はい、また皆さんにお伝えできるような状態になったらプ、レイステーションフォーム版、そうですよ。プレイステーションフォームでね、作ったんですよ。3D の R タイプ。
おはいはいああはいプレイステーションありホームに、ましたねはいレッドブルのすっごいよくできた飛行機のラウンジがあってはいちょっと日本勢も負けてられないっていうのではい作りましたね R タイプの 3D 版、あんな感じで出せればいいなと思ってますのでよろしくお願いします。はいちょっと今だいぶなんかはい質問で大丈夫なんですか？取り上げれてない今結構そろそろ巻くように締めにというあご指示がすごいなんかすごく巻きが出てしまってますね。はい。はい、ということでちょっとそろそろ番組終了のお時間が近づいてまいりました。今回もですね質問の募集期間が大変短い中ご質問いただきまして本当にありがとうございました。これ毎回思うんですけどなんで短いんですか？もっと早めに。それはですね実施日を決めるのが結構難しいところがございまして、はい、僕のせいやん。僕のせいですよ。いえ別に九条さんだけのせいってわけじゃありだけのせいませんので僕でやっぱ入ってるじゃないですか。マジですか？僕のせいです。結構ね実施日のところで調整がはい難しいところがあっていつも結構ギリギリになってしまってますね。次はじゃあ早めに。はいそうですねはい。はいで次のお話の前に実はですね来週末3月の26日金曜日18時よりこちらの同じ YouTube にて会社説明会を開催させていただきます。もしもし就活中の方いらっしゃいましたらぜひ参加お申し込みをお願いいたします。はい僕3月26日にこの集いがあるんかと一瞬いえって思ったけど別です会社説明会の告知はいすごいですね。させていただいております。そうや人事やってんやここで言いますか？はいせっかくなので会社説明会を YouTube で開催させていただきます。やりますと就活中の方はぜひお願いいたします。ただですね普段のこの生配信といいますかこの配信と違いましてお申し込みいただいた方に視聴できる URL をお送りさせていただいているという形になりますのでちょっとお手数なんですけれども参加をご希望の方はお申し込みの方お願いいたします。普通にグランゼーラの YouTube チャンネルに来たらやってるわけではなくそうですそこでは見れないのでじゃああれなんだクローズドだから僕もなんていうの、ここで言えないこととか言ってもいいんだ。そんな去年会社説明会 YouTube でやったのあれアーカイブ残ってないのはなんか僕の発言のせいとかっていろいろ検討した結果ちょっとこれをアーカイブとして世に公開するわけにはいかないっていう判断になりました。あれでもねどうせやったらもう残らないついでに僕もあれですよ呼んでもらってるやつですよね。はいそうです。なんで開発のこととか、開発中のものとか、言いますよ。監視の目を広報部門の目の届かないところで言います。アーカイブは残らないでしょうけどもう逆にもうアーカイブなし上等みたいな感じで言いますので質問とかあればぜひグランゼーラの、何でもいいですよ光と闇みたいなとか全部言うんですよね。ブラック企業みたいな残業多いとか全部暴露するんですよね。でここで言ってるけどそうでもないですかね。でも皆様がご入社された際にギャップがないような形でご質問とかにお答えしていきたいなとは思ってますので、ギャップがないことが大事、だからブラック企業だと思って入れば帰りないですねみたいな感じなんですよね。それの形にしようっていうことかな。ブラックではないですがその放ギャッ送プがないようにがアーカイブに残らへんそうですねあんまり言うとったら、大丈夫ですね。ということでもしよろしければぜひご参加いただければと思います。ということでこの昨年11月から始まったこのグランゼーラの集いなんですけれども実はですねなんと次回で最終回となります。すみませんもう一回言ってもらっていいですか？次回が最終回ですと。何が？このグランゼーラの集いです。これ最終回とかあるんですか？ちょっと一旦一区切りという形でですね。
なんやかんや11月から続いてますのでちょっと寂しいんですけれどもね。はい、次回タイトル決まっております。グランゼーラの集いファイナルで皆様ぜひお付き合いいただければと思いま何そす。れグランゼーラの集いファイナルって。最終回にふさわしいタイトルだということで。寂しいは寂しい。僕上がり症なんでこれ出るの結構いつも緊張してるんですけど寂しいですね。寂しいけど何やそのタイトルっていう何ファイナルとか。ファイナルミッションの向こう側ですよ。グランゼーラが言うなって感じじゃない、ファイナル。あ、そうなんですか。はいということで最終回なんかすごいあるんですか、イベントっていうか大掛かりなスモーク焚いたりとかするんですか。ファイナルっぽい感じになるんですかね。この部屋でスモークがあ、そうなんや。ファイナルなんや。このタイトルは誰が考えたんやろうな。まあいいか。はい。じゃあちょっと頑張ってやりましょうか。最後はいファイ気合い入れナルっぽいてはい感じで。いきたいと思いますので、はい、はい、わかりました。じゃあ皆様はい早めに決めます。日にちを。そうですね GCB はちょっと早めに決めれたらなと思っています。ご期待いただければってことなんですよね。はい、はい。ということで皆様本日も遅くまでお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、次回グランゼーラの集いファイナルでお会いいたしましょう。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。古くなった街灯と夜風の匂い、きっと僕はあの頃と何も変わってない。取り残されたように一人で赤信号を見ていた。最終の電車のベルが遠くから聞こえた。いつかたどり着くと信じここまで来たけど、都会の流れに決意さえにじんでゆく。誰にも約束されてない明日を待つなら、目の前にある今をどう生きるのか、叶えたい願いがあるのなら、今できることがある。明日もしも世界が終わっても誇れる自分になりたい。強がる僕に君は笑顔で大丈